今日はキャベツとささみのごまサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキャベツとささみのごまサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、キャベツとささみたったの2つの具材で作る簡単サラダを作っていきたいと思います。さらにこちらのサラダ作り置きもすることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、鶏ささみ、塩、オリーブオイル、マヨネーズ、すりごま、お醤油、お酢、お砂糖、だしの素。今回はこちらの材料で作っていきます。まずキャベツは4分の1個ですね。だいたい250から 300g 用意してください。そして鶏ささみは今回3本使っていきますが、大きいものに関しましては2本ぐらいがちょうどいいかなと思います。あと味付けに使うこちら、だしの素は今回かつおだしを使っていきます。こちらお好みで昆布だしやまたは鶏ガラスープの素を使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、キャベツを細切りしていきます。キャベツの芯がある場合はまずね、芯を切り落としましょう。そしてこれを半分に切ります。で、あとはね、こちらを細切りにしていきます。で、この細切りの切り方はやりやすい方法でやっていただいて OK です。では切っていきます。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきます。はい、キャベツはこのように細切りしてください。そしたらこちらね、さっと水洗いして水を切っておきましょう。続いて鶏ささみのこのね、筋を取り除いていきます。で、用意するものはこちらフォークと、あとはキッチンペーパーです。この2つがあればとても簡単に筋取りすることができます。まずですね、このフォークの隙間の中にお肉から飛び出ている筋を入れ込みます。こんな感じです。で、この出た部分をキッチンペーパーで掴みます。そしてキッチンペーパーとお肉を反対側に引っ張り合います。よいしょ。はい、そうするとこのように簡単に筋取りすることができます。こんな感じで綺麗に取れました。それでは残りも同じように筋取りしていきます。はい、鶏ささみの筋取りはこれで OK です。では続いてポリ袋を用意してください。ポリ袋に関しましては耐熱性のものを使用するようにしてください。で、このようにボウルにポリ袋をセットしたら、ここにね、先ほど筋取りしたささみを入れます。そしてここに塩を1つまみ、そしてオリーブオイルを入れます。口を閉じて一度オイルを全体にまぶします。このように揉み込んでください。はい、OK です。で、そしたらね、しっかり空気を抜いて、このね、ポリ袋の口を縛ります。はい、こんな感じです。この時ね、お肉が重ならないようにしてください。この鶏ささみはこのようにオイルコーティングしていただくことで、とてもしっとりとした仕上がりになります。鶏ささみの準備はこれで OK です。それでは今からキャベツをさっと湯通ししていきます。まずですね、お水に塩を入れます。はい、そして火にかけて沸騰させます。お水が沸騰しました。そしたらね、ちょっとクツクツを押さえて先ほどのキャベツを入れます。やけどしないようにね、気をつけてください。はい、でキャベツを加えたらだいたいね、30秒ほどですね、湯通ししてください。ちょっとしんなりするぐらいで OK です。はい、OK です。そしたら一旦火を止めます。キャベツを茹でたお湯はこの後使うので、網ですくって、そしてざるにあけます。この時もね、やけどしないように十分に注意してください。はい、このようにざるにあけてしっかり湯切りしてください。ではね、こちら使ったお湯なんですけれども、もう一度再沸騰させましょう。はい、再沸騰しました。そしたら火を止めます。そしてこちら準備しておいたポリ袋に入れたささみをこのままポシャンと入れます。で、入れたらこのまま蓋をして、そして15分置きます。このように余熱で火を通すことでとてもしっとりとした柔らかい仕上がりになります。ではこのまま15分待ちましょう。それではね、15分待っている間に先ほど湯通ししたキャベツの水気をしっかりと絞っておきます。じゃあキッチンペーパーを用意して、ここにキャベツをのせて、そしてギューッと絞ります。結構ね、出来たては熱いのでやけどしないようにだけ十分に注意してください。で
でこんな感じでねしっかり水気を絞ってください。では残りも同じようにしっかりね水気を絞ります。はい、キャベツの準備はこれで OK です。このようにねきちんと水気を絞ってください。でこの水気を絞る作業なんですけれども、湯通しした後すぐやるととてもキャベツが熱いので、少しね粗熱を取って触れるぐらいになってから行うようにしてください。キャベツの準備はこれで OK です。では続いて味付け調味料を合わせておきます。まずですね、器にマヨネーズ、そしてお醤油、お酢、お砂糖、だしの素、そしてすりごまを入れます。そしてこれをよく混ぜましょう。はい、よく混ざりました。お砂糖のシャリという感じがなくなれば OK です。はい、15分経ちました。そしたら蓋を開けます。で、やけどしないようにね取り出してください。はい、こんな感じでねしっかりと火が通ってます。で、結構ね袋も熱いのでね、皆さんやけどしないようにだけ注意してください。そしたら一度こちらの鶏ささみはボウルに開けます。で、今ねかなり熱々の状態なので、一度触れるくらいになるまで粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。それではね今からこちらを手でほぐしていきます。で、ほぐしたものはですねこちらキャベツの中に入れていきます。食べやすい大きさで大丈夫なので手でねほぐしてください。こんな感じでとてもねしっとり柔らかな仕上がりになってます。はい、 OK です。このようにほぐしてください。それではこちら作っておいた合わせ調味料を加えます。そしてこちらを和えましょう。この時にキャベツの水分がしっかり切れてないと水っぽくなってしまいますので、キャベツの水分をねしっかりと取ってください。はい、このようにしっかり和えれば OK です。これで完成です。はい、これでキャベツとささみのごまサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じでささみもしっとりとした仕上がりになって美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。キャベツはねすっごくシャキシャキで、そして鶏ささみがとてもしっとりとした仕上がりになってます。これは最高に美味しいですね。このごまだれも最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャベツとささみのごまサラダのポイントです。まずキャベツなんですけれども、キャベツは湯通しするようにしてください。そうすることでキャベツのえぐみが抜けて、さらに味が馴染みやすくなります。このキャベツなんですけれども、湯通しした後は手でね触れるぐらい粗熱を取ったら、しっかりと水分を絞るようにしてください。ここで絞りきれないとごまだれと和えた後に水分が出てきてしまいますので注意してください。そして鶏ささみを作る時のポイントです。今回鶏ささみは余熱で仕上げました。そうすることでとてもしっとり柔らかな仕上がりになります。さらにオイルコーティングをすることでよりしっとり感を出すことができます。ぜひこの方法でやってみてください。この余熱で仕上げる時の注意点なんですけれども、ポリ袋に入れたらねお肉同士が重ならないように袋の中に入れてください。出来上がったささみは手で食べやすい大きさにほぐしていただいて、あとはごまだれと和えるだけなのでとても簡単に作ることができます。今回のサラダなんですけれども、しっかりねキャベツの水分も取っているので作り置きすることができます。保存環境によってちょっと変わる場合もあるんですけれども、だいたい2日ほどを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャベツとささみのごまサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。